カリエテ・ラ・ホヤの伝説。この通りがずっと昔何と呼ばれていたのか、セニョール、誰も存じません。なぜならこれに宝石の通りラ・ホヤの名を与えた恐ろしい事件はずっと昔のことだからでございます。それは独立以前のこと。ステイン王から派遣された副王たちが統治におられた時代のことでございました。その時代、カリエ・デ・メソネスとソレイのカリエ・デ・ラ・ホヤと呼ばれることになる通りの角の立派な家、北西の角でございます。セニョール、現在は1階にビスケットの製造所がある家に大層富裕なスペイン人の商人が住んでおりました。お名前はドン・アロンソ・フェルナンデス・デ・ボバデイリャと申されまして、背高くハンサムな男で上品な物腰でしたが、時に劇場の発作に襲われるところがございました。彼は大層富裕で美しい令嬢ドニャ・イサベル・デ・ラ・ガルシでイットバルと結婚しており、彼女はコンデ・デ・トレレアルの娘でいらっしゃいました。この令嬢は熱情的でわがままな気質をお持ちでしたが、ドン・アロンソは彼女を心から愛し、すべての気まぐれと欲求を短大に入れておりました。二人が共に外出する折はいつも豪奢な馬車でハエのように召使いを周囲に従えて、町中が立ち止まって見つめたものでございます。ドニャ・イサベルは夫の愛に値するお方ではございませんでした。そうある日、誰からとも知れず、彼が1階で座っていた部屋に通りから投げ込まれた手紙によって知らされたのでございます。そこは彼の業務室でしたな。セニョール、今ビスケットを焼いている部屋の一つでございます。その手紙によれば、彼は妻と異端審問所検事フィスカルのリセンシアドドン・ホセ・ラウルでなら、いかなる令嬢の愛にも値せぬわびしき公徳オンブレシリオとの振る舞いを注意して見張れと命じられたのです。ドン・アロンソは見張りました。そして彼の見張りから出てきたのは誠に恐ろしい結末でございました。彼は装ったのでございます。セニョール、副王との重要な要件があり、夜更けまで王宮にいねばならぬと。それで彼は漱石に家を出ました。けれども自宅の戸からほんの1ダースの歩みのところまでしか行きませんでした。そこ、暗い通りで戸口に身をしっかりと潜め、街灯にくるまり、冬の夜でしたから忍び寄る冷気の中で待っていたのでございます。しばらくすると誰かがやってまいりました。誰かはわかりませんでしたが、それはリセンシアドだったのです。その者が家に近づくと、ドニャ・イサベルがバルコニーに姿を現し、二人の間で合図が交わされました。それからほどなくしてドン・アロンソの家の戸が静かに開かれ、リセンシアドが中に入りました。そして静かに戸が再び閉じられたのでございます。ほどなくしてドン・アロンソもまた短剣を手に握って家に入ったのでございます。彼が見つけたもの、そしてそれは彼を激怒させ、いつもの発作のような怒りに襲われるほどのリセンシアドが妻の手首に立派な黄金の腕輪をつけているところでございました。彼を見るやセニョール、二人の顔は即座に蒼白となりました。そしてその顔は永遠に蒼白のままとなったのでございます。というのは、ドン・アロンソが血の気が戻る前に二人とも短剣で殺してしまったのですから、二人は死の蒼白のうちに生き絶えました。それからドン・アロンソはこの通りを宝石の通りと呼ばせる行いをいたしました。ドニャ・イサベルの手首から腕輪をもみ取り、家を出る折にその血まみれの短剣で腕輪を扉にしっかりと留めたのでございます。そういったありさまで翌朝、
夜景によってことは発見されました。夜景は何か悪いことが起きたのではと疑い、そんな場所で腕輪と血まみれの探検を見るのは尋常でないことでしたから、アルカルデを呼んで調べてもらったところ、アルカルデが来てみると、ドニャ・イサベルとリセンシアとが床にすっかり死んで横たわっていたのでございます。それでこの通りはカリエ・デ・ラ・ホヤと呼ばれるようになり、それが今の名でございます。ドン・アロンソはですな、セニョール、自分のしたことに苛まれデイエディーノになりました。これはフランシスコ会の厳粛な分派でございます。彼らは素足で歩きまして、彼はアメダの生誕にあるデイエディの修道院でその生涯を終えたのでございます。